皆さん、こんにちは。チョコジャパのお時間です。今日もラジオを聞いてくださりありがとうございます。前回のラジオでお知らせしましたが、チョコジャパは今お手紙募集中です。皆さんが最近食べて美味しかったお菓子についてぜひ教えてください。もうすでにたくさんお手紙いただいてます。送ってくださった方ありがとうございます。まだまだ募集しているので、送ろうか悩んでいる方はぜひ、このラジオを聞いた後お手紙を送ってください。お待ちしてます。さて、先週の火曜日、8月19日は何の日だったでしょう？知ってる方もいらっしゃるかな？ 819 ということで、配給の日でした。皆さんは配給っていうアニメを知っていますか？最近世界的にとっても人気で、いろんな国でアニメや映画がやっていて、漫画も翻訳されたバージョンが販売されてますよね。一昨年韓国に行った時も、韓国語バージョンの配給の漫画があって、ワクワクした記憶があります。私も配給が好きです。少年ジャンプっていういろんな漫画が載っていて、毎週新しいエピソードが読める漫画の雑誌があるんですけど、そこで配給の漫画が始まった頃から数年間、毎週ジャンプを買って配給を楽しみに読んでいました。連載が始まった時から本当に面白くて、毎週毎週楽しみにしてたんですけど、当時はまさか世界でこんなに有名な作品になるとは思ってなくて、なぜか私が嬉しい気持ちになっています。私も学生時代バレーボールをやっていました。元バレー部なんです。今までいろんなスポーツ漫画があって、野球とかサッカーとかバスケとかね、世界的にもとても人気な作品がありますけど、バレエがテーマの漫画を見つけられてなくて、読んでみたいなーって思ってたんです。そこで配給の連載が始まって、そんなのもう読まずにはいられないじゃないですか。配給がアニメになるって知った時もめちゃくちゃ楽しみにしてたし、漫画で読んでいたキャラクターたちが動いてバレエしてるのを見て、すごく燃えていました。キャラクターの声もかなりイメージ通りで、漫画版もアニメ版もどっちもとっても好きでした。最新の映画はまだ見られてないんですけど、時間を作ってゆっくり見たいと思っています。配給の中での私の推しは、ツッキーです。同じ人いるかな？月島圭っていう背が高くて金髪でメガネをかけた人です。彼はチームの中でミドルブロッカーというポジションですが、実は私もミドルブロッカーだったんです。学生の頃はセンターって言ってたんですけど、同じポジションってやっぱり実際のバレーの試合を見てても注目しちゃうから、気づいたら配給でもツッキーの登場をすごく楽しみにしていました。ツッキーが主役のエピソードを泣きましたからね。何度も何度も読みました。今見ても泣くと思います。相手の攻撃をブロックしたり、ネットの近くでする攻撃が得意だったんですが、私はもう守備がものすっごく下手だったので、守備専門のリベロというポジション、すごく憧れます。配球で言ったら西野谷優ですね。どんな攻撃が来てもボールを落とさないように粘り強くボールを拾うリベロ。本当にかっこいいですよね。ちなみに私は
コートに立っている時間が短い選手でした。っていうのも、ミドルブロッカーなんですけど、ピンチサーバーっていうチームが点数を取りたい時にサーブを打つ人だったんです。なのでコートの中には時々選手交代で入るっていう感じで、常にコートに立っている人じゃなかったんですね。サーブは誰にも邪魔されずにできる唯一の攻撃です。ピンチサーバーとして入った時は、もちろん点数を取らなきゃっていうプレッシャーはあるんですけど、それ以上にサーブを打つのがとても楽しかったです。今日はちょっとオタクの話になってしまいましたが、皆さんは何かスポーツをしていましたか？もしくは今も何かスポーツをしていますか？スポーツについての皆さんの思い出など、ぜひ聞かせてください。それでは、また次のチョコジャパでお会いしましょう。またねー。